部下の知識、やる気、スキルレベルを高める OJT の進め方について今回は情報提供をさせていただければと思います。部下育成と申しますとですね、大きく3つの側面がありますね。1つ目は今回のテーマとなる OJT ですね。これはオンザジョブトレーニングの略ですね。それから2つ目がオフ JT ですね。オフザジョブトレーニングということで、職場外訓練というふうに言われますね。それから3つ目が自己啓発ということで、大きくこの OJT、オフ JT、自己啓発、この3つが部下育成の側面というふうに捉えられているんですけれども、時間的にもですね、やっぱりこの OJT が9割以上も占めてますのでね、今日は話をもうこの OJT だけに絞ってですね、この後進めさせていただければというふうに思いますね。この OJT の基本ステップというのがございましてですね、大きく4ステップありますね。計画実行、それから評価分析でまた戻っていくということで、一般的にはプランドゥチェックアナライズですね、PDCA サイクルというふうに呼ばれているものですね。これを、OJT でもですね、基本ステップとして使っていきましょうということなんですね。でこのステップを回す前にですね、一つやっぱり事前準備をしておく必要がありますということですね。すなわち課題を把握をしていきましょうということですね。私がおすすめをしている評価軸はですね、大きく3つあるんですけども、知識レベルとスキルレベルとあと態度やる気というこの3つなんですね。彼あるいは彼女がそれぞれですね、知識レベル、スキルレベルあるいはやる気、態度ね、こういったところでどれくらいのところにあるのかということをあらかじめ、把握をしておく必要がありますよねということですね。で、当然のことながらね、完璧な人っていうのはいませんので、何らかの課題があるでしょうと。それがまず最初のスタート地点ということになろうかと思いますね。で、そして最初のステップですけども、計画ということなんですけどね、これは通常それなりの企業さんでしたらね、OJT の育成シートのようなものが多分あろうかと思いますんで、そういったものをベースに考えていただければいいかなと思いますけれどもね、強みのさらなる強化や弱点の補強する計画を作るね、あるいは本人の希望ですね、短期的あるいは中長期的なご本人の希望もあろうかと思いますので、そういったものも計画の中に入れていくとか、あと一つ重要なのはですね、組織目標とのリンクですね。個人目標だから自分で好きにやっていいということではなくって、組織目標とやっぱり常にリンクをすることによって、自己有用感ですかね、自己効力感ね、こういったところを高めることができますということですね。それからちょっとね、背伸びをした計画というところも計画のフェーズでは重要なポイントになってこようかなと思いますね。はい。で計画を作ってお互いにですね、握った後今度実行ですけれどもね、実行は大きく上司の立場からしてですね、2つ留意点がありますということですね。1つ目は進捗を把握をしていくためのですね、ほうれん草をしやすい場作りですね。定例のワンオンワンのミーティングでもいいでしょうし、あるいは報告書を作ってもらうでもいいでしょうし、重要なのはですね、形式がどうだこうだではなくて、定期的に把握する仕組みをもうあらかじめ組み込んでおくということが重要なポイントになります。それから2つ目、予定通り今度進んでない場合ですね、この時はやはり上司として支援が必要になりますということですね。予定通り進んでない場合はその原因を明確化すること、あるいは遅れの原因の除去へのサポートね、こういったところが上司としてポイントになってきますということです。で今度3つ目のステップ、評価なんですけどもね、評価のポイントも大きく3つ挙げさせていただきますね。まず事実に基づき行うことってことですね。印象評価ではなくて事実ベースに基づいて評価をしていきましょうよ。ですから日頃の記録が必要ですよねということですね。2つ目、結果だけではなくてプロセスもきちんと評価していきましょうよと。OJT の目的っていうのはその部下のね、成長ですのでね、自律的な成長ですので、やっぱりプロセスをきちんと評価をしていきましょうということですね。それから3つ目、部下の成長度合いも評価をしていきましょうよというようなことでございます。
で、最後分析なんですけどもね、次につながるということで、ここでは2つご案内をしておきたいと思いますね。一つは教訓をね、引き出すヒントを示しましょうよということですね。次につながるような教訓を引き出すような問いかけね、そういうことをぜひやってですね、うまくいったところいかなかったところをきちんと分析をしていくと。それから2つ目、取り組み教訓をですね見える化していくということで、その仕事をうまく回せるようになった方っていうのは、例えばチャート図ですとかツリーズですとか、あるいはチェックリストですとか、こういうものが通常ですと書けるようになっているはずですので、ちょっとそういうものをですね成果物として作り上げてみる、そんなところをですね意識をしていただけるといいんではないかなというふうに思いますね。以上、部下の知識やる気スキルレベルを高める OJT の進め方ということで情報提供をさせていただきました。